りあえず西口やな。ちょっととりあえず1軒目いろは行く。結局いろはでちょっといっぱい飲んで考えよう。あ、もうちょうどやっこや。あれほんまや。やば。あ、じゃあよかった。これ2回目来てもこの感じめっちゃいいな。ここでもいいですよ。この玉井っていうのがめっちゃあんねん。うん。あ、いろは休みかも。休みっぽい。いつもここにあったやつ。休みや。どこ行く？ドカン酒場。こんにちは。外でもいいですか？はい。ここしようぜ。何？いや、かもしあるって言って。あ、ほんまや。生ビールも飲みたいって思って、どっちがいいか分からん。じゃあ最初は一旦赤星行く？すいません。赤星グラス3つで。はい、グラス3つで。とりあえずそれ見落としで、はい、一旦かしこまりました。かわいい。ねじゃあいいですか。すみません。ありがとうございます。じゃあバターをついてもらいます。はい。お通しでペペロンチーノ。はい、どうぞ。うまい。では、うめえ。気持ちいい。もう終わっちゃった。10個以上。だからさ、一人ノルマ3つや。全然いけます。私カキ普段10個ぐらい食べます。あ、マジで？じゃあ行くか。オイスタせっかくやし。ーバーとか行ったら。前2回目やけど、ちょっとあれこの人って盛り癖あるな。ほんまにいける？前ほらそば行ったじゃないですか。はいはい。いけるとかって割ともうだいぶしんどいから。一旦牡蠣で行く。この店行く。牡蠣か海峡。これここでやってるんですか？やっていただいて、でちょっとその間のでも焼き物なんですけど、あと焼き物とカンカン一緒にできないので、もしかしたらこちらのつまっていただける。じゃあ計画校。いやはーい。どうします？あと生いかですか？あ、うん、生もいく。生一つとジャスミンハイはい、かしこまりました。とはい。二階堂の水割りをください。ペペロンチーノなんとかって言ってなかった？これがペペロンチーノ。ペペロンチーノなんとか。飲み歩きって私、お腹の容量考えなさすぎて、わかる。もう飲み歩こうっていう目標を立ててもノルマ達成できないんですよ。うんうん。
ある。お腹いっぱいになっちゃうから。その店でなんかこれええやんとかいうの頼んでもそうなる。カンカン焼きで時間になったら食べに来るので、それまではそっとしていて。生の方はい生ですと二階堂の水割りと、はい。2回目。はい。カンカン焼きって初めて。あ、そうなの。あ、カンカンで焼くってこと？そう。そう今10個以上今余裕っすね。取り合いですよ。いや俺もほんま2個ぐらいでよかった2としたら6いから開けてもいいですか？いやーうまそううわうまそう開け方はわかりますか？開け方開いてるのはもうこのまま鍵開けで開けてもらえばいいんですけど、は閉じてる子は1個開けちゃってもいいです。はいここに右から刺してもらって刺すとこうやってパカッて開くので、うわあはい口開けなはる。こりゃうまそう木だらけ。うまいうん何の感じいいよ全然これはうまいわこれはうまいわちょっとこれうまい。うまっ。なんか何も聞かなくて全然いいですね。味濃い。すごい。やっこではこれ常連さんでだけ出してるカベラやっこの、へーカベラ自家製なんで乗っけてみてください。ありがとうございます。食べら最後自家製食べら最高やん食べら大好き食べらの袋先食べらうん夏だ夏だうまいやん。じゃあ2軒目行きましょう。あ、もうここもうすぐ横。あ、でもこっちの通りもあるんだな。あ、前焼き豚屋さん行ったのよ。わ、いいですね。美味しかった。美味しかった。ここザ居酒屋やな。小高屋。はい。うわ、午後ティーハイあるやん。午後ティーハイで。フローズンってシャーベットっぽいってことですか？凍ったレモン。フローズンレモンサワーで。あ、俺も午後ティーやめて、フローズンみかんサワーで。じゃあパイナップルで。またパイナップルとか言いそう。うわ、俺ハムカツ言いたい。あ、難しいですね。
中志何が好きなの？お酒のペンダルがああ、そういうことね。ハムカツとちくわは結構いつも迷う。ちくわね、じゃあちくわも言おう。磯辺揚げ。なんか笑ってます。ほんまや。いや違う、馬もあるから。とパイナップル。こういうことや。いいですね。なるほど、フルーツが凍ってるってことですね。いいですね。レモン少し時間かかる、少々お待ちください。全然大丈夫です。本当みかんって美味しいですよね。うまい。給食で出たよね。出てきフルーた。ツのレモン今日売り切れになってなってたはい、すみじません。ゃあマンゴーで。マンゴーで。はい。マンゴーで。梅干しの天ぷらがある。へえ。謎ののがいっぱいある。丸ごとピーマン天ぷらも珍しいよ。ほんまや。なんか謎のの行ってみたいかも。そうやな、謎行こうか。注文いいですか？なんか梅干しの天ぷらと、天ぷら3つ。天ぷら3つ。あとハムカツ。ハムカツ。ハムカツ2枚。ハムカツに。はい。一旦混ぜる。一旦。冷たい。筋玉っての凍ってる。氷みかんや。氷みたい。氷みかん。あ、みかん。突き出しがうまそうやん、めっちゃ。突き出しだけで結構お腹膨れそう。お腹膨れそう。ダメですよ。結構な量やもん。ね、結構あります。こちら藤玉醤油天ぷら。あ、筋玉ってそういうことか。うわ、すごい。梅干し天ぷらやん。めっちゃ梅干しの天ぷらやん。これが筋玉。筋を卵で巻いてある。もう丸ごとやん。まあ、でも梅干しめっちゃ。これ酒やばくや。あー、ちょこちょこ食べながら。いやでも酸っぱいよ。普通に。ハムカツ最高。美味しい。ここは分厚いタイプのハムカツや。来る。四角花瓶やん、これは。近く花瓶です。花瓶です。これ最近なんです食べれる。嘘やん。最近？梅酒から告白します。梅酒から言ったんや。珍しい。でも梅酒の味ってさ、実は梅干しの味とだいぶ離れてない。離れてて裏切られた気持ちにはなったけど、でも子供の頃はいけなかったけど、できるようになってました。で、今もおいしいとか食べてこなかった。おりし。梅おにぎり。そうやな、梅おにぎり。梅おにぎりでなんか来るやんな。あ、あ、梅がもう嫌いと思ったから。家族がもうそうってこと？梅を食べない。ありましたね。嫌いなもの多かったんですけど、何でも天ぷらにしたら美味しいことに気づいて。ナス。ああ、わかる。ね、わかりますよめちゃくちゃわかる。わかる。僕ね、ナス焼いたやつとか、ナス生のやつとかはギュッギュッするじゃないですか。だからダメだったんですけど、ギュッギュわかるよ。ギュッギュギュッギュしますよ。スポンジみたいな。はいはいはい。天ぷらはいけるのがわかるわかる。だから油吸ったらいけるけど、ギュッギュなくなるから。あああ、うまそう。そういう食べ物だ。もうそういう食べ物。うまっ。毎回食らってるやん。ああ、いいね。
あ、いいよ。はいいいよ、あーいいよ。いや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 美熟女クラブ。いや、ボーリングはすげってこれ下北にもあるやんな。パター先平行いたん？誰か平行いたよな、さっき。中市じゃないよなと思って。近くにいた人か。大衆居酒屋。あ、居酒屋もあるっちゃある。固まってる？あるっじゃあちゃある。この道まっすぐ行く道中、あっちやんな。あのそうやんな。行ってみようじゃあ。行く先嵐やけど、すぐスナックラークあるやん。あー、なんかカラオケ歌ってる。あ、風通しよくて気持ちいいな、この道。溝の口神社やって。なんかな、溝の口のおしゃれピープルが集まりそうな感じやぞ、ここ。道。おしゃれだなって思ってたんだよな。カウンター開いてましたよね。カウンター行ってみる？人ワイン飲みます。ワイン飲んでみる？ワイン飲んじゃいます。ほらワインあります。ハイボールとかもあるし、ワイン飲んじゃう？カウンターの奥とか僕行っちゃう？いけそうです。行っちゃうか。行っちゃおう。気になってたんだよな。行っちゃおうじゃん。グラスの赤で、はい、重めのやつ。重めのやつ、はい、はい、これでいいです。こちらで。はい、それ2つください。はい。ハウスワインの白。ハウスワインで、はい。ナッツぐらい。ミックスナッツ。はい。すごい懐かしい感じがするし、なんで？なんかそうそう、めちゃくちゃ若い時に12時過ぎて夜中とか空いてるところに女の子と来てみたいな感じめっちゃする。なんかやってたんですか？ああ、なんか、あ、そうなんだ。あれやろ、なんか、エモはいエモの感じエモの感じどっか反応してんやろ。はいわかるわかる。わかる。だからそのなんか女の子とかと知り合った子とかとなんかちょっとじゃあ今度飲みに行こうかみたいな言ってなんかバー的なとこ行かなあかんなみたいなんで来てる感じ。あ、いい音。エモさの何かが反応してるんですか？めっちゃエモさがあるな。でも分かる、なんかたまにエモセンサー反応する時あんのよ。ほんまにこういう夏のシーズンでこの間もなんかザーってさーっと通り雨が降って雨の夏の匂いがしてなんかめっちゃエモなってあ、なんか昔高校とかの時になんか恋人と一緒に学校から帰ってる時にちょっと雨が降った時の匂いみたいな。懐かしいとエモさって若干なんかエモってさちょっと寂しい感があるよね。懐かしいっていう感じじゃないの。わかる。もう戻れないんだ、あの頃にはっていう。そうちょっとキュッと締め付けられるのよ。その感じがなんか懐かしいは、なんかああ懐かしいなーって感じだけど、エモはなんか。いやこれおっさんは分かるはずやん。おっちゃんおばちゃんは分かるはずやん。キュッてすんのよ。その懐かしいと同時に戻れないなっていうのが同時に来るというか。もうあの頃にはもう戻れないんだなっていう時期を中市とかは過ごしてんのよ。今。大事に生きろ。居酒屋豊次郎っていう馬刺しがある。うわ馬刺しと日本酒行く？日本酒いいですか、おじさん。大丈夫ですか？ここで1時までやってますね。馬刺し行きましょう。馬刺し行くか。高津。日本酒飲みたい。マンゴーのままである人がいいというか。で割って割ったなんら。か発作だったみたいな。それはそんな人おらんよ。じゃあ馬刺し日本酒行こうか。どういう人を好きになるか好きになってないと分からへんですよね。なんか渋いミニ橋あるやん。大石橋。京都行きたくなった急に。いや京都感あるなこれ。あ、満月。
中志はさ、愛知県から出てきたわけやろ。東京好き？好きです。好きになりました。東京何年目やったっけ4年目4年目か。4年目か。先輩先輩。いや、これちょっとこういうの見歩きしてないと絶対来てなかったわ、一生。これじゃないよね。鳥とツバメとか、鳥とツバメ。虎な、虎とツバメ、豊次郎。豊次郎、違う。まさか閉まってるパターンか。あ、ここやん、これやん、豊次郎。あ、いいじゃないですか。いいね。あ、でもここ豊次郎でもあり、鳥とツバメ、虎とツバメでもある。阪神と。そうや、阪神とヤクルトや。阪神とヤクルトや。ほんまや。開運、早春、ハリの早春、開運。じゃあ早春と開運行って、それを3人でやって馬刺しの4。はい。これ残り1号ないんで、差し上げるんで飲んでください。ありがとうございます。夏ゴールブー夏ブーあ、濁り。になるようなイベントでゴールのそしたらすぐ話し来るのかと思って、全然来ないですよ。うまっ。うまい。開運飲みました。めっちゃ気になるんですけど。結構不思議な日常生活すると思うけどね。お米炊くのもなんか言ってたよね。お米炊くのがめんどくさいって言ってたよね。なんだっけ。すごい楽してやん。俺はスクショ交わしてもらえて、その時にお米を炊こうと思った時には、米が炊き上がるまで全部米炊いて1時間かかるから、もう皆さんお腹が減る前にお米を用意しなきゃいけないって思うと、お米がなかなか炊けない。でそれを1時間もかからへんやっていう、20分で炊けるよっていう話をしてた。いや、もちろんね、早炊きコースあるよけど、ベストがいいやん。で、ある程度その、ね、お米に水分吸わして、それで、炊く方がいいやん。その早炊きだからちょっとあるよ、バーンと20分あるけど、できたら美味しい方がいいやん。でも早炊きコースとベストの炊いたご飯とそんな変わらんっていう、そこがでもお腹減ってるんやったら早炊きそんな変わらんぐらいだったら早炊きでよくないっていう話をしてるんだけど、戦略としてからベストがないからお腹が減った時にご飯食べたいよ。そうなったらお米炊けなくなってくる。そこでじゃあお米かけへんって判断してスーパーに買いに行くみたいな。それやね。で結局うん。時間かかるよ。だからなんかめちゃくちゃ本末転倒な人で、その何を最重要にするかがブレブレな人なんだと。そこなのよ。結局なんか言ってた前の件。家帰ってきてズレ消せるツイッターで感じて、こっち先開けて。あ結局スーパー行って迷って家帰ってきたら1時間経ってみたいなこともあるわけ。それやったら別に多少それはベスト感じゃないかもしれんけど、
早抜きで米食いたかったんやったら早抜きでええやんっていう。お腹空いてると、そういう冷静な判断ができなくなる。野菜が好きないお腹ある程度減ってもっとしないしたらご飯の準備できる人いないんですよ。はい気づいたらペコペコやんってなってんのよ。あ気づいたらそれは今食べたいってなるのよ。本当にいいんですよ。いや、限界まで来てるってこと。限界まで気づいた。なんかしてたら、なんかしてるの嫌なのって思ったら、映画見たりとか、パソコン触ってたら、気づいたら、ペコやんってなるから、死にそうなほど腹減ってるってこと。いやでもさ、 20分で米炊いたらええと思うねんけど。いや、ほんまにさ、冷静なんだできなくなるんですよ、いや、だからこそ、ちょっとぐらい、ほんまに誤差の範囲内で味落ちるぐらいだったら、でいいやんって思わへんやつ。ペコペコやからこそ。でも冷静なんだからできないんですよ。スーパーに食い物があるから、行こうってなってくる。わんぱくやな。スーパーに行って、島の子で探してるってことですか？だったら、お腹減ってなくなる時がありますよ。見すぎて。その峠越すとき一周回ってそれもある。家出たはいいものの、二人で僕と一周して家帰ってくるみたいな。なんかさっきの話聞いてたら年下でわがまま聞いてくれるわがまま言ってくれる女の子がいいのかなと思ったけど、お母さんみたいな人も必要じゃないですか。うん。それはなんか思ってはいるんだけどさ、だらしなくなりそうなだらしなくなりそうな豆腐感。一人だからこそ実施しないといけないから。そうですね。ちゃんと思うこうしよう本来なら野菜なんか食べなくてもいいけど、なんか実施で野菜食べるじゃないですか、大人って。大人って実施と野菜食べるじゃないですか。いや違う。野菜食べたいからって言ってんの。いや、まあ、もちろん野菜食べない、野菜も食べなあかんなって思うとこはあると思うけど、いや、別にそれが全てじゃないよ。野菜食いたいから食ってるのみんな。3日ぐらい肉続いたら、そろそろお魚食わなとか、食っとかなとか、お魚食いたいくなるんじゃない？いや、肉が食いたい。肉が食いたいけれども、ここは律して野菜、バターが野菜食う時って律してる時だけだもん。律してます。じゃあそれは変わってるわ。だって野菜食いたいから食ってるやん。だからいや、もちろん野菜はバランスよく食べなあかんなっていう思いと、普通に野菜食いたいっていう思いと、これミックスやで。律しないと、その恐怖感はどこまでもだらしなくなってしまうという恐怖感。野菜を食べたいという気持ちはゼロなの。フラットな状態で野菜のみを食べたいって言って、まあ、野菜のみよとはまあ思わへんけど、お腹空いてる時に野菜食べたいとは思わない。野菜のお口直し。だからキャベツと結婚したいって最初言ってた。キャベツと結婚したいって言ってたの最初。それはお口直しでいつでも食べれるからって。だから原点回帰すればキャベツみたいな女性が合うんですよ多分。野菜食べたくない、魚食べたくないのに野菜食べる、魚食べるないですか？バランスの考えて横の棒のままに生きてる人ですか？まあ、野菜に関しては魚がないから。野菜はやっぱりビタミンとか取らなあかんから。じゃあ律してるじゃないですか。律するとこまでいってない。バターは100律してるんや。俺は、50律して50は普通に野菜食いたなってんねん。ユッケと赤身、コウネ、ヒレ。はい。ユッケはタレかかってますよね。ユッケ。行くで。怖い。卵黄割る瞬間が一番好きなんです人生で。卵黄割る瞬間が一番好き。
いいんですか？いいよ。別に裏を割る瞬間が一番好きではない。今の足までクックして混ぜていいですか？もちろん。どこだっけどこの大手ですよね。なんかね、あれメッシュ、時計さんとか、そうおせゆ甘口。いいからあれだって全然勘違いされてますよ。うまい。攻めないでもらって、で包んで食べる。第5のさ、一品はマジ美味しい。ただ、ベルギーのエンブレムスをってことびっくりしますよね。はい、で、そういうんじゃなくて、これで店員でも、広瀬さん